こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はスキンケアについて肌断食や最近意識していることなどをシェアしていきます。まずはご質問いただくことが多い肌断食についてですが、肌断食に関しては以前動画にしているので、そちらをまずご覧いただきたいのと、あと方法については宇月先生の本を下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらを読んでいただければと思います。私は2016年の10月から肌断食を開始して、最初は化粧品やスキンケア商品をやめて、洗顔を石鹸でして、冬などちょっと肌がかさつくときはワセリンを塗ったりしていました。そして徐々に石鹸で洗顔するのも夜だけにして、朝は水洗いにしていきました。去年の夏にこちらの長野に引っ越してきてからは、石鹸も完全に使わなくなりました。あと長野に引っ越してきてからは頻繁に温泉に行くようになったので、温泉に行くときは温泉で顔を洗っています。日中午後に温泉に行くことが多いので、そういう時は温泉で顔を洗って、夜は洗顔をせずにそのまま寝ています。もともと化粧品を顔につけていないので、そういったものを落とす必要がないのと、山の中で空気がきれいなのでスモッグなどそういった汚れを落とす必要もないんですね。日焼け止めは朝散歩に行くときは、まだ太陽の位置がそんなに高くないですし、少し紫外線に当たることも必要かなと思っているので、日焼け止めはつけていません。日中出かけるときはアムリターラの日焼け止めパウダーを使っていますが、そちらもパウダーなのでそんなにしっかりつくものではないと思います。なのでつばのついた帽子をかぶったり、スキーに行くときはフェイスマスクをして、紫外線カットのゴーグルをつけたり、そういった対策をしています。でそういった形でずっと4年以上肌断食を行っていて、でスキンケアとは関係ないんですけれども、結構質問いただくことが多いヘアケアについてもお話しすると、髪に関してもシャンプーを使わないお湯シャンというものを肌断食と同時期なので2016年の10月から行っています。始めた当初は石鹸シャンプーを使ったりクエン酸リンスを使ったり、そういうこともしていたんですけれども、今は完全にお湯だけという形で2日に1回温泉で髪を洗っていて、それが自分に合ったペースだなと思っています。その温泉の成分にもよると思うんですけれども、髪はすごいサラサラでしなやかで強さもあります。でスキンケアに戻って、もちろん肌断食は大きいんですけれども、総合的に体も心もいろいろなことで健康になっていく過程の中で、本当にここ数ヶ月で肌の状態も良くなってきたという感覚があります。なのでここからは肌断食以外でここ数ヶ月の生活の中で特に意識し始めたこと5つをシェアしていきたいと思います。まず1つ目はしっかりと水分補給をすること。夜寝ている間に体は水分を失いがちなので、朝起きたらまず生のレモンを絞ってフレッシュなレモン水を作って飲んでいます。そしてその後に薬草茶であったり、自分でブレンドしたスパイスティーを作って大きなポットに入れておいて1日の中で飲むようにしています。あとは温泉に行くときは汗をかくので 800ml ぐらいお水を持って行ってお風呂上がりに飲むようにしています。水は東京にいた時は水道水を浄水器を使って飲んでいましたが、今は山の中で地下から汲み出されているきれいなお水が飲めるので、そのまま飲んでいます。最近意識していることの2つ目は睡眠の質を上げることです。前回の快眠ルーティンの動画でシェアした通り、意識的に睡眠の質を高める習慣やルーティンを取り入れるようになってから、体の回復力が上がったという感覚があって、肌の質もすごく改善されたと思います。そして3つ目の食生活の中での意識としては、前回のスーパー腸活生活の始め方後編でシェアした通り、腸内環境を整える食事を意識しています。プラスしてファスティングも日々の生活に取り入れるようにしていて、朝ごはんは食べずに日中お腹が空いたらナッツを食べて、夕方になったらスムージーから始まって夜の食事をするという、基本的には1日1食のような形にしています。そして4つ目に特に最近意識していることがストレスマネジメントです。
以前からストレスを感じると肌が荒れるということがあったのですが、やはり大切なのは完璧を求めないこと。たまにポツンと何かできることもあるんですけれども、気にしないで一晩ぐっすりと眠れば、大抵の場合次の日には治ってしまいます。以前はニキビができると気になってしまって、治るまでに1週間、2週間、それ以上かかることもあったので、それはすごく変わっていると思います。ストレスマネジメントとしては、肌のことをあまり考えない、気にしないということの他に、メディテーションを日々の生活に取り入れることで、心を落ち着ける、リラックスする時間を意識的に作るようにしています。ただストレスマネジメントというとストレスをなくすことと思われがちですが、マネジメントなのでバランス、ストレスをうまく管理することが重要だと思います。ぼーっと何もしないで常にリラックスした状態にあることが目標なのではなく、いかにしてストレスをポジティブな力に変えていけるか、挑戦したいと思うこと、やってみたいと思うことを積極的にして、やる気であったり自分が成長しているというワクワク感を持ちながら日々を過ごすようにしています。最近特に意識していることの最後の5つ目はグラウンディングです。去年こちらの長野の山の中で暮らすようになって、実は最初の頃夏の間は、新しい生活でいろいろと整うのに時間かかって、あと本の制作などもあって、なかなか自然を楽しむという余裕がなかったんですね。一日中一歩も外に出ずにずっと家の中で過ごすということも結構ありましたし、近所を散歩するという習慣もありませんでした。冬になってから自然の中で時間を過ごすことが増えて、グラウンディングと言いますが、自然からエネルギーをもらうことが体の本来の強さ、力を引き出してくれている気がします。ということで今日はスキンケアについて、肌断食や最近特に意識していることをシェアしていきました。みんな一人一人体の形、状態が違うのと同じで、肌の元々の性質、そして状態もそれぞれ違うと思います。私も自分の中では肌の状態がすごく良くなった。触ると張りがあってスベスベしてふわふわしているという感覚はありますが、他の人から見たら全然肌綺麗じゃないじゃんと思うということもあると思います。一番重要なのは他人の評価がどうかではなく、自分がどう感じるか。肌断食についてもメイクをするということを否定しているのではなく、私はメイクは顔というキャンバスを使った一種のアートだと思っています。なのでそのアートが好きな人はメイクをすればいいと思うんですね。ただメイクをするということが女性にとって社会的なマナーになっている、メイクをしないと社会人として受け入れてもらえないということがあるとすると、それはどうかなと思います。自分がこうありたいという姿になっていくことで、心も体も健康になって、自然とお肌の状態も良くなっていくのではないでしょうか。それでは See you next time!